今日のテーマは、なぜ日本人は年齢を気にするのか、です。日本で暮らしている人や、日本人と話したことがある人は、日本人はどうして年齢を気にするのと感じたことがあるかもしれませんね。会話の中で年齢を聞かれたり、敬語の使い方が年齢によって変わったりすることもあります。今回は、なぜ日本では年齢が重要なのか、その背景や最近の変化について詳しく話していきます。日本では年齢がとても重要な情報とされています。なぜなら、日本の社会では年齢によって人間関係が決まることが多いからです。例えば、学校や職場では、年上の人に敬語を使うのが一般的です。この文化は、日本の歴史や社会構造に深く根ざしています。昔の日本では、家族や地域のコミュニティが非常に重要視されており、年上の人を尊敬し、年下の人は年上の人の言うことを聞くのが当たり前でした。この考え方は現代の日本社会にも強く残っています。日本人は初めて会った人に年齢を聞くことがあります。これは相手との関係をスムーズにするためです。同じ年齢の人ならカジュアルな話し方ができるかもしれませんが、相手が年上なら敬語を使う必要があります。そのため、日本人は相手の年齢を知りたがるのです。しかし、最近はプライバシーを大切にする人も増えてきたため、年齢を聞かれるのを嫌がる人もいます。特に、仕事の面接や友達同士の会話では、年齢を聞くのが失礼だと考えられることもあります。日本語には丁寧な言葉、いわゆる敬語があり、特に年上の人や上司に対して使われます。例えば、友達には、これ食べると言いますが、先生には、これを召し上がりますかというように、言葉遣いが変わります。日本では、年齢が1歳でも上なら敬語を使うことが一般的です。例えば、学校では先輩に敬語を使い、職場でも年上の同僚には敬語を使うのが普通です。しかし、最近はこのルールが少しずつ変化しており、特に若い人の間では年齢が少し違っても敬語を使わないことが増えています。フレンドリーな関係を重視する人が増えてきたことが背景にあるのかもしれません。仕事の面でも、日本では年齢が重要な要素となります。日本の企業では、年功序列というシステムが根付いており、年齢や勤続年数が長い人ほど給料が上がり、より高いポジションにつく仕組みが一般的です。しかし、近年では実力主義も広がりつつあります。特に外資系企業では、年齢よりも仕事のスキルや結果が評価される傾向にあります。社会全体としては、日本の年齢に対する考え方も変わりつつあります。例えば、昔の日本では30歳を過ぎると、結婚しなければならないというプレッシャーがありました。しかし、現在では結婚しない人や、40代や50代になってから結婚する人も増えています。また、昔は若さがとても重視されていましたが、最近では大人の魅力や経験のある人が評価されることが増えてきました。50代や60代のモデルや俳優が活躍することも、その例の一つです。しかし、仕事の面では今でも年齢制限が設けられている求人が多いのが現実です。日本では、年齢に関係なく、能力で評価するという考え方が徐々に広がっていますが、特に正社員の求人では、35歳までや40歳以下など、年齢の上限が設定されていることがよくあります。これは日本の企業文化が影響しており、新卒採用を重視する傾向があるため、ある程度の年齢を超えると転職が難しくなると言われています。一方で、IT 業界や外資系企業では年齢よりもスキルや経験が重視される傾向が強く、50代や60代でも活躍できる仕事が増えています。最近では、具体的な年齢を言わなくても世代をざっくりと伝えることができる言葉が増えています。例えば、アラフォー、アラフィフ、アラカンといった表現があります。
アラフォーは40歳前後、アラフィフは50歳前後、アラカンは60歳前後を指します。これらの言葉は、相手に細かい年齢を伝えずに、ざっくりとした世代間を伝えるために使われます。最近ではテレビや雑誌、SNS などでもよく使われており、こうした表現を使うことで、年齢に対するプレッシャーを和らげることができるかもしれません。今日は、なぜ日本人は年齢を気にするのかについて話しました。日本では、年齢が人間関係に大きく影響します。敬語や社会のルールのために、日本人は年齢を知りたがることが多いですが、最近は考え方が変わってきて、年齢をあまり気にしない人も増えています。また、アラフォー、アラフィフなどの言葉を使うことで、具体的な年齢を言わなくても世代を伝えることができるようになりました。こうした表現は、プライバシーを守りながら、年齢に関する会話をスムーズにするのに役立つかもしれません。皆さんは、日本の年齢に対する考え方についてどう思いますか？よかったら、感想を教えてください。それでは、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。今日のテーマは、なぜ日本人は年齢を気にするのかです。日本で暮らしている人や、日本人と話したことがある人は、日本人はどうして年齢を気にするの？と感じたことがあるかもしれませんね。会話の中で年齢を聞かれたり、敬語の使い方が年齢によって変わったりすることもあります。今回は、なぜ日本では年齢が重要なのか、その背景や最近の変化について詳しく話していきます。日本では年齢がとても重要な情報とされています。なぜなら、日本の社会では年齢によって人間関係が決まることが多いからです。例えば、学校や職場では、年上の人に敬語を使うのが一般的です。この文化は、日本の歴史や社会構造に深く根ざしています。昔の日本では、家族や地域のコミュニティが非常に重要視されており、年上の人を尊敬し、年下の人は年上の人の言うことを聞くのが当たり前でした。この考え方は現代の日本社会にも強く残っています。日本人は初めて会った人に年齢を聞くことがあります。これは相手との関係をスムーズにするためです。同じ年齢の人ならカジュアルな話し方ができるかもしれませんが、相手が年上なら敬語を使う必要があります。そのため、日本人は相手の年齢を知りたがるのです。しかし、最近はプライバシーを大切にする人も増えてきたため、年齢を聞かれるのを嫌がる人もいます。特に、仕事の面接や友達同士の会話では、年齢を聞くのが失礼だと考えられることもあります。日本語には丁寧な言葉、いわゆる敬語があり、特に年上の人や上司に対して使われます。例えば、友達には、これ食べる、と言いますが、先生には、これを召し上がりますか？というように、言葉遣いが変わります。日本では、年齢が1歳でも上なら敬語を使うことが一般的です。例えば、学校では先輩に敬語を使い、職場でも年上の同僚には敬語を使うのが普通です。しかし、最近はこのルールが少しずつ変化しており、特に若い人の間では年齢が少し違っても敬語を使わないことが増えています。フレンドリーな関係を重視する人が増えてきたことが背景にあるのかもしれません。仕事の面でも、日本では年齢が重要な要素となります。日本の企業では年功序列というシステムが根付いており、年齢や勤続年数が長い人ほど給料が上がり、より高いポジションにつく仕組みが一般的です。しかし、近年では実力主義も広がりつつあります。特に外資系企業では、年齢よりも仕事のスキルや結果が評価される傾向にあります。社会全体としては、日本の年齢に対する考え方も変わりつつあります。例えば、昔の日本では30歳を過ぎると、結婚しなければならないというプレッシャーがありました。しかし、現在では結婚しない人や、40代や50代になってから結婚する人も増えています。また、昔は若さがとても重視されていましたが、最近では大人の魅力や経験のある人が評価されることが増えてきました。50代や60代のモデルや俳優が活躍することも、その例の一つです。しかし、
仕事の面では今でも年齢制限が設けられている求人が多いのが現実です。日本では、年齢に関係なく、能力で評価するという考え方が徐々に広がっていますが、特に正社員の求人では、35歳までや40歳以下など、年齢の上限が設定されていることがよくあります。これは日本の企業文化が影響しており、新卒採用を重視する傾向があるため、ある程度の年齢を超えると転職が難しくなると言われています。一方で、IT 業界や外資系企業では年齢よりもスキルや経験が重視される傾向が強く、50代や60代でも活躍できる仕事が増えています。最近では、具体的な年齢を言わなくても世代をざっくりと伝えることができる言葉が増えています。例えば、アラフォー、アラフィフ、アラカンといった表現があります。アラフォーは40歳前後、アラフィフは50歳前後、アラカンは60歳前後を指します。これらの言葉は、相手に細かい年齢を伝えずに、ざっくりとした世代間を伝えるために使われます。最近ではテレビや雑誌、SNS などでもよく使われており、こうした表現を使うことで、年齢に対するプレッシャーを和らげることができるかもしれません。今日は、なぜ日本人は年齢を気にするのか、について話しました。日本では、年齢が人間関係に大きく影響します。敬語や社会のルールのために、日本人は年齢を知りたがることが多いですが、最近は考え方が変わってきて、年齢をあまり気にしない人も増えています。また、アラフォー、アラフィフなどの言葉を使うことで、具体的な年齢を言わなくても世代を伝えることができるようになりました。こうした表現は、プライバシーを守りながら、年齢に関する会話をスムーズにするのに役立つかもしれません。皆さんは、日本の年齢に対する考え方についてどう思いますか？よかったら、感想を教えてください。それでは、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。